はいさーい。今日は皆さんに沖縄の方々にとってとっても特別な日、慰霊の日についてまずご紹介したいと思います。慰霊の日というのは沖縄戦の終結を記念して毎年6月23日に行われます。1945年のその日に沖縄戦が終わりを迎えました。この番組でも以前に糸満の平和記念公園、そしてハエバルの陸軍病院を訪れ、戦争の悲劇とそこで戦った人々の苦しみを深く感じることができましたね。平和記念公園では多くの慰霊碑や記念碑を通じて、ハエバル陸軍病院後では戦時中の医療の厳しい状況が生々しく再現されており、戦争の悲惨さを肌で感じることができました。戦時中、多くの尊い命が失われ、この慰霊の日を迎えるたびに平和の大切さを心に刻むことができる。そして本日はこちら旧海軍司令部号にやってまいりました。こちらの場所にもまた多くの歴史が詰まっていて、当時の軍事指導者たちが最後まで戦った場所です。号の中に入ると当時の緊張感や困難な状況が今でも伝わってきます。今日はこの機会に歴史に振り返り、平和について一緒に考えましょう。それでは早速行きましょう。せーの、レッツゴーや。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。号の入り口まで来たんですけど、これで下がっていく階段が、この先がもう号ですね。号ですね。はい。まず1945年、はい、昭和20年ですね。はい、の4月1日に米軍が沖縄本島に上陸をしてきます。はい、で、米軍は今の、北谷、はい、読谷、はい、嘉手納あたりから上陸をします。はいはいはい。なぜここを上陸したかというと、当時の陸軍の飛行場があった場所なんですね。陸軍はこの首里に司令部号、こちらも号を築いています。でもう一つ今ジリさんがいらっしゃる場所がこの豊見城で、はい、こういう、陣地を、構築をしながら米軍と対峙をするんですけれども、はい、徐々に米軍が南下をしてきて、ここが完全に米軍に包囲をされてしまって、その結果どうなったかというと、こういう状態になったと。つまり米軍に包囲をされたことで、もうこの壕からは出ることができなくなって、この壕内に人がこうぐわーっと入ってきて、4000人の人がこの壕内に閉じ込められることになった。イメージをして壕を見学していただきたいのと同時に、そこで多くの方がお亡くなりになっていますので、慰霊の気持ちを込めて見学をしていただきたいなというふうに思っています。そしてこちらに千羽鶴がいっぱいありまして、そうですね、こちらその入り口の上にもなんかいろいろ道具も展示されてましたけれども、はい、道具はですね、この旧海軍司令部号というのは全て手彫りで彫られて、手彫りで、機械は使っていなくて、これ長さどれぐらいあります？全てで450メートルあります。450メートル、はい、でもこうやってね下がっていって今階段にはなっているんですけれども、結構深いですね。深いですね。早速入っていきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。105段降りてきました。降りてきましたね。後から作られた道だそうですけれども、こちらですか？これが信号室と。信号室、どうぞ。すごい。意外と狭いですね。狭いですね。なんか決して高いわけでもないですし、そうですね。少しだけしゃがまないと多分頭ぶつかりそうな感じしますね。ここはですね。はあ。信号室っておっしゃられてたんですね。はい、そうです。ここが、いろんな、
文章を暗号化して、その暗号化されたものをここから送信をします。あちらが送信機ですね。次はこちらの作戦室。ここが作戦室ですね。さっきの部屋とはだいぶ雰囲気が違っているかと思いますけれども、ここで作戦を出してたんですか？そうです。狭くないですか？狭いですね。これある意味今で言うとこの偉いさんが会議をする会議室ですよね。そうですね。こういう絵とかもあって、こういう感じでこんな狭い部屋で作戦を練っていた。作戦を練っていたということですね。いや、でさらに深く行くんですか？行きます。また別の部屋にこういう部屋がいくつかありまさかなんかさらに深くなると思っていなかったので。そうですね。こちらも全部手彫りですか？ジューさん、この上とかも見ていただくと、これ全部こうやってつるはしで傷跡がありますよね。これさっきの道具の先端が入った跡ですか？全部そうです。これ再現じゃなくて？ではないです。もう当時のままです。実際あの当時この掘った人たちが土に入れた跡ってことですね。そうです。この先が何室とおっしゃってました？幕僚室ですね。幕僚室、偉い方の。そうです。同じく作戦とかを練るところですか？作戦は先ほどのオペレーションルームでなんですけれども、ここはあくまで幕僚の方々が、集まる部屋だったようです。なるほどですね。止血された時の手榴弾の弾痕、これがじゃあこの手榴弾のこう破片が爆発した時にパッて。そうです。こんなにも壁にまで生々しいですよね。生々しいです。でこちらが司令官室。そうですね、司令官室ですね。一番偉い方の。そうです。こちらが司令官の方が。そうですね。ここで自決をした。ここで自決をした。ここはですね、合計7名亡くなってます。この部屋で太田司令官と先ほどの幕僚とはまた別なんですけれども、幕僚6名の方が、この部屋で亡くなっています。こちらはこう亡くなられた方がいるから。そうです。その魂の安らぎを祈るっていうことですかね。ですのでここは旧海軍司令部号というのは年中無休で営業してるんですね。ですので我々職員が必ず毎朝ここでお水を変えて、お線香をあげて、そして、お祈りを捧げています。ここはもう全て地下の中で一つの世界ができてるっていう感じももちろんしますし、でもこれは選択はなかったっていうことも忘れちゃいけないんですよね。ここに避難するしかなかった。太田司令官は最後の電報で、特に沖縄県民は老いも若きも男も女もいかに作戦に協力したかを詳しく述べ、結びに沖縄県民各戦えり、県民に対し公正特別のご厚配を賜らんことをと、沖縄の将来を思う伝聞をこの号内から発信しました。ここは暗号室という部屋ですね。また今展示のために結構ライトアップされてるんですけれども、当時はどんな。そうですね、今よりかは暗かったんでしょうね。電気は普通についていたはずなんですけれども、米軍に占領包囲されてしまった時に、人が4000人入ってしまった。その時、そうだ、4000人もいたということも言ってたんですね。この中はグイグイだったって。だったと思いますね。でそういう包囲をされて4000人がいた時に発電機が3台あったんですけれども、発電機を回すと酸欠になるはずなんですね。酸欠もそっか。そう考えると最初は比較的明るかったかもしれないんですが、最後人が集まった時っていうのはもしかすると暗い時もあったかもしれない。その当時こういう感じだったんじゃないかなっていうのをちょっと体験していただきます。じゃあ、なるほど、電気消してみますね。はい。これはガイドしか触れないものです。はい。します。
一段とこの重々しさが、周りは米軍爆弾を投げ込まれてくる、もうそこら中で大きな音が鳴っていて、で多くの人がうめき声を上げている。そうですかね。なるほどですね。想像を絶するっていうか、そうですね、思ってた以上に想像しかできないけど、そうなんですよ、想像しかできないんですよね。だけどやっぱりそれを想像する、自分なりに考えていくっていう、自分たちが今歩いているこの場所、79年前には横たわっている人たちがこう並んでたんですね。こう座ってというか他に場所がないっていうことなんですね。いや見れば見るほどどんどんこのなんて言うんでしょうかね、この残酷さが、こういうディテールが少しずつ重なって増していってるっていうか、その実感がすごく増していってるのは、いや忘れちゃいけないことですね。いや本当にそうですね。次はまたなんかこれもここはですね、とかまた洞窟みたいな感じですね、ちょっと部屋みたいになっていますけれども、はい、ここは貸し館室という部屋なんですね。貸し館室、はい、貸し館っていうのは下っていう字が書いているんで、なんか下のイメージがあるんですけども、そういうわけではなくて、武官、位の実は高い人たちです。ある意味その階級の高い貸し館でも、その戦中はこの部屋で立ったまま眠ったり休憩をするっていう、立ったまま眠る。でもこれは詰められていく感じ。選択がないからっていうことなんですよね。こちらはなんか虫がセミとかが聞こえてきたので、そうですね、もう外に繋がってる感じですか。気をつけてくださいね。はい、ここがですね、すぐ外に繋がっているんですけれども、じゃあもうこのように戦っていくときに、はい、こう出口ですかね。ここからまさに出撃をしていく、そういう場所です。こういう感じでなんか向かっていってるんですよね、この上では。それでこれはやっぱりよく考えないといけないのは、軍隊ですので、はい、命令があれば絶対行かないといけない。もし自分がこの人の立場だったら、どんな気持ちになるだろうかとか、そういったこともなるべく自分なりに追体験をするというのが大切なんじゃないかなと思うんですね。光と外の空気が感じてきましたね。もう出てきました。ほっとしますね。ほっとします。ですね、今出たらすごい思ったんですけれども、外に出る空気を感じる、光を見るという、もう当たり前のことを今もう出てきただけなんですけれども、この号の中にもっと閉じ込められてた人たちにとっては決して当たり前ではなかった、したくてもできなかったことを今外に出たねっていう、こんな当たり前気軽な気持ちが当時は一切できなかったっていうことを、またそこは現実に戻っても実感はするところがありますね。やっぱりその実物を見るということはとても大切だと思うんですね。ネットで見るだけではない、本で読むだけではない、実際にあるものを見てもらう。そういう意味ではここは当時の号が残っていますし、あとは上に写真展というのもありますけれども、もう一つ資料館というのがありまして、この資料館は当時この号から発掘されたものであったりとか、中で見つかったものとかですね。そうですね、家族が宛てた手紙が本当に当時のまま読めることができますね。なるほどですね。いやもうこれも絶対勉強になりますね。いやでも本当に今日素晴らしい案内ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。旧海軍司令部号は今ある暮らしの中で平和を守る意味を考えさせる場所であり、戦争の悲惨さと人々の犠牲の大きさを伝える重要な戦争遺跡です。
この郷には多くの人々が命を懸けて戦った歴史が狭く暗い空間の中で刻まれています。今日ここに立ち、過去の出来事を思い起こすことで、戦争の恐ろしさと平和の尊さを改めて実感しました。私たちがこの歴史を忘れず、未来に伝えていくことが重要だと強く感じさせてくれた場所です。